はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。前回は見にくい動画ですいませんでした。だんだん暗くなって画面も薄暗くなってね、申し訳ないです。ではいつも通りいきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。プリンセスのカップページですね。プリンセスのワンド、そしてカップ5、ソード4逆、ワンド2の逆、プリンセスのソード、プリンセスよく出ますね。そして、ワンドのクイーンです。気をつけることや対策は、ペンタクス6の逆とペンタクス2の逆とオラクルはワンドの4です。これ前も出ましたよね、なんかね。そうか。ということで、ちょっと星の補足説明をさせていただきますが、星で見た時にね、前回7月の末っていうのは何かをやっていくよみたいな、そういうエネルギーですよって言ったんですけども、8月の前半も他者との関係が非常にいいです。もうオラクルでもね、このワンドの4っていうのが出てるように、人との関係の中で豊かさを感じる時、人との関係って時には悩ましかったりとか苦しかったりとかもあるかもしれないけれども、そういう人を通しての人生の豊かさっていうものを今宇宙は与えてくれてるんだなって感じがします。で、特にそれが8月4日が新月なんですね。で、この新月っていうのは水亀座の皆さんにとってそういった人を通しての喜びを感じやすい、もしくは人を通しての喜びを感じられるような現実を求めるのにふさわしいっていう感じがするので、人って1対1の関係なので、人に限らず会社との契約だったりとか誰かとのつながりだったりとかっていう、何か自分ではない違う対象を通してその関わりの中で喜びを感じたり自分を知っていくっていう流れなので、シンプルに言うと、どんな人と関わりたいとか、この人とこうなりたいとか、どういう関係を築きたいとか、そういう願いっていうのはすごく叶いやすいというか、意図するのがふさわしいですね、8月4日は。関係性だけに限らず、どことつながりたいか、もしくはどういう人たちとつながりたいかみたいな、そういうのでもいいですね。そして8月5日から8月29日まで、実は水星画の逆行期間っていうのがありまして、これは一般的にはね、スケジュールが狂いやすいとか、予定が変更になりやすいとか、コミュニケーションが混沌とするっていうのがありますので、もし自分が何かを伝えたいって言った時は、できる限りクリアに伝えるように気をつけましょう。他者の言葉も曇って聞こえたりとかするし、自分も何か言いたいことをストレートに言わず、遠回しに言いやすかったりとかしやすいので、誤解のないように気をつけたい時期です。で、もう一つ、これはね、水亀座さんに限らずですけど、社会的な現象としては、そういうIT とかAI とかっていう機械系ですね、そういったものもちょっと混乱しやすいかなっていう感じがするので、8月はちょっとシステムがうまく作動しないとかですね、アップロードがうまくいかないとか、そういった設定とか設置とかももしかしたら機械系が壊れやすかったりとかっていうのもあるかもしれないので、少しそういうのは本当にちょっと生活に余裕を持っておくっていうのがいいかもしれないです。時間的にも気持ち的にもね。で、8月22日までがそういった人との関係が強いよっていう時、そこに光が当たってるよっていう時で、それ以降っていうのはもっとじゃあ深く信頼関係を強めていきましょうっていう形になりますので、もし何か話さなきゃいけないことがある場合は8月22日までに話した方がいいんじゃないかなって感じがします。今このカードで見ててもすごく人がたくさん出ていて、基本的にはね、このすごく穏やかな関係性とか調和に満ちた関係性がありますよっていうことなので、人間関係を通しての豊かさがあるんだなとは思うんですが、ただいろんな人が出てきてるなって感じもあり、そこに対する気遣いもすごくあるので、
もしかしたら気を使っている人だったりとか、ちょっと何か解消しなければいけない課題のある人っていうのがいるかもしれませんが、ちょうどそういうのも含め向き合うのにいい時期ですよということですね。この時期が8月前半、お盆ですし、もしかしたら家族で集うとかあるかもしれませんもんね。でちょっと入り口がカップのプリンセスということで、何かね、自分がこれから育てていきたいものとか気にかけているものとか、なんか大事なものっていうものを気にしているって感じがするんですね。でそれはその大事な、例えば部下っていうこともあるし、新入社員とかもあるかもしれないし、自分が育てているものかもしれないし、子供かもしれないんですけど、そういったものに対してそのエネルギーっていうのをそのままうまく育てたいみたいな気持ちがあり、実際今の水亀座さんってその自分が楽しむとか喜ぶとか自己表現するだけじゃなくて、育てるっていうのも実はすごくいい時なので、そういう意味で何かに対してケアしてあげたいとか、育てたい、引き上げたい、伸ばしてあげたいみたいな思いが強いのかもしれませんね。で同時にこれが他者に向けてのエネルギーでもあるけど、自分の中の何かを伸ばしたい、自分の中の可能性をもっと表現したいとか、こう生まれてきてるなって感じがします。でそしてなんかそれって感覚のものなので、何が正しいかっていうのはわからないんですけれども、ただですね、正しい方法でやらなければいけないみたいな思いがちょっとあるかもしれませんね。やりたいっていう気持ちがふわっと湧いてきても、正しくやるにはどっちがいいんだとか、じゃあもうちょっと調べてからとかっていう形で、急にその無限にあった可能性がちょっと硬くなるみたいな感じがあります。でなぜそうなるかって言ったら、やっぱりこう自分の中から生まれてきてる感覚や感情っていうものは誰にも批判されるべきものじゃなく、自分だけの大事なものなのに、それを表現すると他者から批判されるとか、反対されるとか、バカにされるみたいなことがあったのかなって感じがして、自分にとっては大事なものなんだけど、他者からしたら大事だと思えないみたいな、なんか批判みたいなことを受けて、ちょっとハートが痛いみたいな感じがあるので、これ以上は傷つかないように正しい選択をしなければいけない、正しくそれを表現しなければいけないみたいな思いがあるかもしれません。そして今この瞬間はじゃあ動きますっていうよりも、冷静に見ているみたいな感じで、冷静に動きを見ている、周りの動きとか状況とか、自分もなんかじっとしながらタイミングを見計らってるみたいな感じがありますね。静かに体力を温存してるみたいな感じかもしれませんね。下手に動いて体力消耗しないようにしようみたいなことかもしれません。そしてここからやっぱり策を練ってやっていく、自分が選んだ道を、ここからね何かを選んで、その選んだ方向で問題なく進むように頑張りますみたいな感じがあるんですけども、ものすごく敵がいないかどうかを見ていると、敵がいないかどうかを気にしている感じがあります。どこからも誰からも責められないようにこうしなくっちゃみたいな感じの気遣いというのかな、なんかそういうのがある感じがします。だけど最終的にはご自身の力、もしくはなんて言ったらいいのかな、なんかはいこれが免許証ですみたいな、そういうものがあるんじゃなくて、これをしてるから大丈夫ですとか、はいこっちがあるから大丈夫ですって言うんじゃなくて、一番強いのは自分の情熱なんだっていう感じがするんですね。自分の情熱やその自分から生まれてきてるその思いっていうものが全てを動かすんだ、自分自身も動かすし、自分の細胞も変えるし、現実を動かすんだ、このなんか空気も変えるんだみたいな、その空気も変える、波動も変えることが他者にも影響して他者の気持ちにも響くんだみたいな。なのでなんかこれを持ってるから大丈夫ですみたいな、そういうなんか免許証みたいなものとか、こう印籠みたいなものがないっていう感じがするんですよね。自分の中で備わっている感覚や情熱が全てなんだっていうようなメッセージをすごく受けます。そして今月言われていることを、その気をつけることとして言うと、その今自分が他者に対して何かをしてあげたいとか、もしくは
やるってなったとしてもすごくそこにちょっとしたタイムラグがあるみたいなんですよね。自分はこれがいいと思ったとしても他者は理解するにはちょっと時間がかかるとか、自分がやりたいことを形にしていくためにまずちょっとお金が必要だったりとかで、お金も作るのにちょっと時間がかかったりとかっていうことで、少し何かその思いっていうものを現実化するまでに多少の変動があるなっていう感じです。そう現実的なねものが。ただしご自身が思ってらっしゃる今思っていることとか内に秘めてきたものとかやろうとしていることっていうものをちゃんと分かってくれる人いますよねって感じがしてて、そういう人たちとの会話の中で自分を温めながら、多少時間がかかっても多少の誤解があったとしてもちゃんと自分が大事にしたいものっていうものはやっていけるんだよっていうメッセージだと私は思いました。ちょっとこれを踏まえた上でねお仕事のこと見させてください。仕事ね。カップナイトとソードの8逆と忍者ということでお仕事に関しては他者からの嬉しい申し出があるっていうのが一つあります。これはなんか自分がそう期待していたっていうわけではないんですけど、他者からすごく必要とされたりとかありがたく思われたりとか嬉しい言葉をもらうのかなって感じもあり、それによって自分がもっとこうしなければっていうふうに思っていた気持ちがちょっと緩むと溶けるみたいな感じがあります。そして本当にこれからどうやっていこうかなっていうその自分の道をしっかりと考えていくっていう風な出てるので、現実的に仕事としてね何かをめちゃくちゃ生み出してますとか、はい今めっちゃ走る時っていう感じではないんです。なんか他者とのここで見てもすごく人っていうのがやっぱりね、星で見ても今人間関係が強調されているだけあって、カードで見ても自分も誰かのことをケアしたいし伸ばしたいし、でもすごく自分の利己的な自分だけがいいっていうわけじゃなく、他者に対しての影響も考えやり方も考え他者の感じるであろうことまで考慮して進めていってるみたいな感じですごく人に対しての気遣いもあるし思いやりもあるしっていう感じなんですけども、なのでお仕事っていうふうに見てもそういう水亀田さんに対して声をかけてくれる人や一緒にやれませんかみたいな声かけだったりとか申し出があるんだなっていう感じ、それによって一人で絶対にやらなきゃいけないとかこれだからできないんだって思っていた思いが溶かされて可能性が見えてくる、それでもいいのかもなみたいな感じで見えてくるっていうふうに出てるので、一番仕事として見た時に出てくるのは心理的解放ですね。このやり方でなければいけないんだっていうものではなく、新しい方法を試してもいいのかなみたいな、試しにやってみようかなっていうような感覚が出ています。解放、そして、人間関係でね出ますね。人間関係はどうなんでしょうか。ちょっとこっちにします。本当にたくさんの人が出てきてますよね。いろいろ関わりが多いんでしょうね、この時期は。ペンタクルズのキングとソードのキングと、カップの7ということで、やはり何かしっかりした人だったり権威者だったり親だったり社長だったり先輩だったり専門家だったりっていうそういう人たちと関わる機会もあるのかなって感じもします。でそれは一部ではその人たちからの意見っていうのはすごく自分になかったものだからありがたい意見で、そうだな参考にしたいなっていう思いもあればもう一方ではすごくまるで自分を批判されているかのような厳しい意見のように感じるかもしれませんが、今そういうのを聞くってなぜなのって言ったら、メッセージとしては非常に今人からいい刺激を受ける時なんですね。良くも悪くもなんですけどいい刺激を受ける時なので、他者からのいろんな刺激をもらうことによって自分の中からいろんな可能性が今膨らんできてるよっていう感じなんです。でこれさっき見た時お仕事で見た時も誰かからの申し出によって自分のやり方を変えようとか解放していいのかなって思えるっていうのもあったように、人間関係っていうので見てもちょっと若干
苦手かなとか、あんまりこの同僚みたいな昔からの幼なじみとかそういう感じじゃなくて、ちょっと気を使うような人との関係の中でも大きなメッセージがあったり気づきがあったりして、その自分に必要な自分が今想像するに必要なヒントっていうものをもらうんだなっていうふうに思いました。そんな感じかな。だから一番大事なのは、人を通してすごい今いろんなことが起こってるんだななんですけど、じゃあ人を納得させるために「はい私これを持ってるから大丈夫です、こっち持ってるから大丈夫です」とかそういうんじゃなく、大事なのは本当にハートっていうか自分の情熱思いなんだなっていうのがすごく出てました。それが全てを変えるみたいなね感じです。そうだね。一番難しいのかもしれませんけどね。人ってやっぱり私はこの認定証持ってますからっていう方が簡単、分かりやすい、向こうも分かりやすい、こっちも自信になるけど、その目に見えない自分のいろんな技術や経験、そして情熱っていうものが全てを変えるんだっていうのが、人の心をも動かすんだっていうことですもんね。ちょっと最後にもう一枚ねオラクルカード引かせてください。これかな。1番メジャーの皆さん、トランスフォーメーションというカードが出ました。このカードを見てもし何か感じることがあれば、皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。どんなメッセージを受け取ったのかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。そうだね、ムーンマジックということで、やはりこれだからこうって決まってるものではなくって、トランスフォーメーションって自分がまさに今から変容していくよ、改革していくよっていう、どんな風に変わるのかわからない、自分で自分に魔法をかけたっていいんじゃないかっていう感じもしますね。私にはできるみたいなその情熱を燃やすためのそういう、アファーメーションでもいいかもしれないし、そういったワークでもいいかもしれないし、何か自分が変容していくために今誰かの言葉を通してメッセージ、応援のメッセージが届いているのかもしれませんね。はい、ということでここまでにしておきます。次回また8月中旬に次の動画をアップしたいと思います。何かしら良かったよという方、ぜひコメントやいいねボタン、チャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。いつも本当にコメントありがとうございます。ということで次回またお会いしましょう。いい時間をお過ごしください。失礼します。